どうも、ずんだもんです。今回は新しい武器、アメンドメントを使ってみたので紹介します。性能は軽装交換2、バースト射撃、銃剣となりますが、ダメージ200と火力が高いので、ターミニット戦が適正に感じました。軽装交換2なので高性と戦い方に工夫は必要ですが、意外と強力なので確認してみましょう。まずはストーカーに対して、頭に当たれば一発です。軽装交換2武器の場合、腕か胴体に当たるかでダメージが変わります。通常のストーカーは腕だけに当たると7発で倒せました。胴体だけに当たると10発です。正面から撃つと数発は腕に当たるはずなので、胴体を狙う場合は3トリガーほどで倒せるでしょう。頭を狙わないとこんな感じです。距離がないと無傷で倒すのは難しいです。プレデター種は体力が少し低いようです。腕を狙うと2発でちぎれます。両腕を失うと倒れるようなので、頭以外は最短4発といった感じ。胴体だけだと9発でした。初めから腕のあたりを狙うと2トリガーで倒せる感じですが、頭を狙って当たらなかった場合は3トリガー必要になるイメージです。頭より下を狙うとこんな感じ。通常のストーカーだと反撃される距離でも倒しきれることが多いです。線より上を狙って一発でも頭に当たれば素早く倒せますが、頭に当たらなかった場合は3トリガーは必要になると思います。初めから線より下を狙うと2トリガーで倒せる感じです。状況によって狙う場所を変えるのもいいでしょう。ちなみに照準の追従は速くないので、武器カスタマイズで別のスコープに変えるとエルゴノミクスを35に上げることができます。さらにピックフィジークのアーマーを着れば追従速度と銃剣の火力も上げることができるので相性が良いと思います。上がエルゴノミクス35にピークフィジークアーマー、下が元の状態です。ある程度連射が効く武器ですが、しっかり当てないと強みを活かせないのでエルゴノミクスは上げた方が良いと思います。リロード時間はこんな感じ。打ち切ると3秒ほど、3弾ありで2秒ほどです。反動はこんな感じ。実は反動軽減アーマーは立っていても効果があります。参考までに工作キットのハーマーを置きましたが、アメンドメントに関してはピックフィジークを着た方が当てやすいと思います。反動はしゃがんでも抑えられるので状況によって体勢を変えましょう。これだけ変わります。敵について話を戻します。ウォリアーの頭部は一発で破壊できますが、すぐには倒れません。余裕があるなら銃剣で弾を節約することもできます。即撃破したいなら2発撃ちましょう。弾数を気にしないなら1トリガー撃ちましょう。多少狙いがずれても倒せるはずです。ハンターは頭か胴体に当たれば一発でした。頭に当たらなくても大抵は2発で倒せる感じです。腕に当たると一発では倒せませんでした。銃剣は頭に当たれば一発でした。頭に当たらなくても大抵は2発で倒せると思います。シュリーカーは真ん中に当たれば一発、羽に当たっても2発で落ちるようです。アルファコマンダーは5発で頭部破壊ができるようでした。注意点として、通常の近接攻撃だとアルファコマンダーを押し返せますが、銃剣で攻撃するとひるみません。伏せた状態だと通常の近接攻撃が出せます。ただタイミングが難しいのと結構危ないです。倒しきる場合は5か6トリガー分ぐらい必要になるので、頭部を破壊したら距離を取る方が安全でしょう。ナーススピューアーは頭なら2トリガーほどでした。胴体を撃つと1マガジン以上必要な感じです。アメンドメントで撃つなら頭や足を狙いましょう。中速攻のハイブガードは左右の爪を破壊すれば正面からでも倒せます。少し難しいですがしっかり当たれば一発で爪を破壊できました。銃剣を使うなら3から5発で倒せることが多かったです。ターミニット戦ではグレネードピストルをよく持っていくのですが、一発当てたら走行のない部分に2発ほどで倒せます。当たりどころによってはグレネードピストルだけで倒れます。バイルスピューアーもグレネードピストルと合わせて倒しましょう。一発当てたら後ろ足か緑色の部分を撃つとすぐに倒せます。まともに相手をしているとグレネードピストルの弾も足りなくなるので、パトロールや固定配置の敵は戦略支援で数を減らしてミッション遂行に邪魔な敵だけ処理しましょう。インペーラーもこんな感じで倒せます。弱点にグレネードピストルを当てたら4トリガーほどで倒せます。アメンドメントを使ってみて感じたことは、扱いが難しいので評価はかなり分かれるでしょう。
銃剣を活用しながらマークスマンライフルらしく丁寧に当てないと強みを生かせません。ある程度の連射は効くのでアサルトライフルに近い感じで使えなくもないですが、それならジギケーターやテンダライザーを使った方が戦いやすいです。しかし主幕は使えれば敵の処理も早く非常に面白い武器なので個人的にはかなり気に入っています。今回の新しい黄金度は購入の優先度は低いですが、アメンドメントを使いたい人は動画を参考にしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。